実はコロナ禍でここ3、4年ぐらい韓国に行けていなくて、韓国の風景や雰囲気などをリアルに体感できていないんです。オファーを受けた時、背景に描きたい場所のアイデアは浮かんだんですが、取材とかも難しそうでしたので、良いイラストを描けるか不安でした。自分の記憶に一番残ってる風景だったから舞台として選びました。ソウルで暮らしていた頃、電車に乗ると大体ハンガンを通過していたので、他の風景より記憶に残っていますね。また、もともと水の風景、海や川が好きだし、住んでた家も近くだったので、馴染みのある場所だからです。はい、自分もそうですが、川辺で自転車に乗ってる方がいつもすごく多いんです。自転車が好きな方がよく走っている場所という印象があります。このイラストは動き出すというイメージをモチーフで描きました。なので舞台を川にしたのも流れて変化する、動き出していくようなイメージを伝えるためです。この女の子もどこかに旅立っていきそうな印象を与えたかったので、キャリーバッグを持たせて男の子も自転車に乗らせました。ライブカメラというものが最近はありまして、特定の場所のカメラからの風景を24時間ライブで見れる配信が YouTube にも結構あります。直接現地に行けなくてもライブカメラを眺めたりして、ハンガン最近はこんな感じなんだってことを知ることができました。表紙イラストの役割でもありますが、パッと見た人の印象にもちゃんと残るように意識して描きました。その中でも一番印象に残したかったのはやはり対比感ですね。キャラクターもそうですが、背景や雰囲気も含め対比感を出すことを意識しました。例えば赤と青、女の子と男の子、空と川みたいな、そういった対比感を意識してもらえたらいいなと思いました。今までは女の子のみを描くことが結構多かったのですが、先ほど言ったように対比感を出したかったため、女の子2人よりは女の子と男の子の方が対比をより感じさせるかと思いました。また、この本を手に取っていただく方も多分、女性キャラクターの絵が見たい方ばかりではないと思ったからでもあります。それぞれ違うスピードを持った流れというものを表現した方です。流れ星の他にも、自転車のスピードと川の流れもそうです。女の子が持っているキャリーバッグは、多分飛行機に乗るんだろうなみたいな感想がつく方もいるかもしれません。それぞれの速さでどこかへ向かう流れという表現がしたくって、そのための要素の一つとして星を入れました。この絵に限っては、衣装のデザインなどの細かい部分以外は、完成イメージをラフの時点で考えていました。最初は人物の膝ぐらいまでトリミングしたラフを出しましたが、私はもともとトリミングされた外側まで描くことも多いんです。特に表紙絵はデザインをするとき、構図の調整がしやすいようにそうしています。赤系のピンクと青、空と川、誕生などの対比を目立たせれるように考えましたね。好きで馴染みのある色を主に使用しました。同じものを見ても人によって認識する色はそれぞれイメージが違うと思いますが、自分は夕方を見るとき、青とピンク系の対比が一番強く印象に残っていましたので、今回も取り入れました
使いたい色で絵の内容を決める場合もあれば、テーマが決まってからそれをどの色で表現するか考える2パターンがあります。今回の表紙イラストは前者ですね。あと、二色対比がある絵を描きたい癖はあります。色の組み合わせを考えるコツとしては、やはりこの絵を誰かが見た時に、最初どんな色の絵として印象をつけたいかを先に考えるとやりやすいかなと思います。どんな色で描こうかというのが自分の中でもはっきりしていないと、何色でもない絵になってしまいます。見る側からも何色でもない、あまり印象に残らない絵になってしまいます。もちろん色を決めない描き方も全然ありだとは思いますが、配色の印象を強めたい絵でしたら、色の組み合わせを先に決めて、それを意識しながら描いた方がやりやすいと思います。青、ピンク、緑、あと紫。最近緑を使うのにハマっています。緑とピンクの組み合わせなどを使うことが増えた気はしますね。緑や紫もそうです。こだわりがあるとしたら、メインカラーを1つじゃなく2色を使うことが多いところです。鉛筆系のテクスチャーが入ったブラシや、クリップスタジオに入っている鉛筆ブラシをカスタマイズしたものとかですね。漫画はいわゆる G ペンみたいなブラシも使いますが、イラストの線画は鉛筆の質感があるものを好んでいます。紙の質感が目立ちすぎないぐらいで、アニメーターさんの鉛筆線画のようなものを主に使っている感じですね。ラフはあくまで完成のイメージのメモ書きという感覚で、ラフ自体が完成度の高いものである必要はないことでしょうか。完成度の高いラフを目指してしまうと、それ以降の作業がすべてラフを再現する作業になってしまうことが多いです。ラフは綺麗に描きすぎないぐらいがいいと思います。ラフに可愛さを求めすぎると、最終的にラフの方が良かったと感じてしまうので、レイヤーは大きくパーツごと分けて、パーツレイヤーの上にクリッピングしていく感じで積んでいきますね。例えばパーツ全体のレイヤーの上にグラデーションレイヤー、その上に細かい表現のレイヤーとか、そういう風に作っていきます。髪の毛や目も全部分けて、レイヤーはすごくたくさん作るタイプです。今までは主に水彩みたいな感じのブラシから紙のテクスチャーを取り除いたものを使うことが多かったです。厚塗り系の油絵のようにブラシの質感が強く出るものではなく、いわゆるサイブラシと昔言われてたようなデフォルトのラウンドブラシ系を使っていました。基本的な手の筆圧で簡単にサイズや濃度調整がかけられるブラシは作業過程もシンプルになりますので、でも最近はアナログへのテクスチャー感が出るブラシの使用頻度もかなり増えてきています。フォーカスの調整と、あと光源による効果、光の反射をより強調したり、そういった効果を足すことは結構あります。